都市部でその数を急速に増しているムクドリ。鳩よりも一回り小さく、足とくちばしがオレンジがかった黄色でよく目立つ。日本全域に生息し、蛇などの外敵を避けるために好んで人家の近くに営巣することもあり、季節を問わず普通に観察できる鳥である。ムクドリの主食はミミズや土の中にいる虫であり、かつては農作物につく害虫を取る益鳥とされてきた。しかし繁殖期以外は集団でねぐらを作ることから、鳴き声による騒音、そして糞による被害が問題になっている。集団でねぐらを作るのはムクドリ科の鳥全般に見られる習性といえる。この鳥は中国大陸南部を中心に生息する八花鳥という鳥であるが、近年西日本の都心部で繁殖し、ムクドリ同様鳴き声と糞による被害が問題になっている。近くにねぐらを作られると迷惑この上ない鳥ではあるが、こういった鳥の集団の挙動を詳しく観察できるという点では貴重と言えるかもしれない。ムクドリや八花鳥はねぐらで休む場所が個体ごとに決まっている。そしてねぐらの近くや群れになって飛ぶときは、自分の周囲にいる鳥たちと行動を合わせるという習性がある。この習性は天敵であるワシタカ類に襲われたとき、集団で回避するときに大きな力となる。1羽のムクドリが敵を察知して飛行方向を変えると、周りの鳥たちも同じように回避し、空間での互いの位置関係を保ち、全体で一つの生き物のように振る舞うのだ。この動きは互いの距離を保つ、飛ぶスピードと方向を合わせる、集団を維持するという3つのルールでシミュレーション可能とされている。近年このシミュレーションなどの解析により、ムクドリはどうやら周囲の7羽と行動を揃えているらしいことが分かってきた。多い時には1万を超えるムクドリの群れが全体で一つの生き物のように振る舞うメカニズムは、自動車の自動運転システムや物流システムなどへの応用が期待されている。しかし同時に7つの動きを情報処理するのは現代のコンピュータシステムでも極めて難しい。相手の動きを見て行動を調整するだけでなく、ムクドリは何らかのセンサーを使って調和の取れた動きを実現しているらしいのだが、それは何かは全く分かっていない。人間にはこれほどまでに自然を測るセンサーはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも、堀場製作所。